皆さん、こんにちは。今回は、アセンションと次元のシフトというテーマで、3次元から5次元へのステップバイステップガイドをお届けします。この言葉を初めて耳にした方も多いかもしれませんが、心配はいりません。アセンションは難解なものではなく、むしろ私たち一人一人が豊かで、幸せに生きるためのヒントがたくさん詰まっています。現代の物質世界、つまり3次元と呼ばれるこの次元では、私たちは目に見える現実や肉体、そして日常の制約に縛られて生活しています。目の前に見えるものが全てであると感じ、時には孤独や不安、無力感を抱くこともあるかもしれません。しかし、ここで新しい考え方として、5次元という視点を取り入れるとどうでしょうか。5次元の意識とは、自己と他者、そして世界とのつながりを深く理解し、全ての存在が一つであるという感覚に基づいています。そこでは、愛と調和が中心にあり、競争ではなく協力が人間関係や社会の基盤となります。この次元に到達すると、より自由で豊かな人生が待っていると言われていますが、どのようにこの5次元の意識にシフトしていけばよいのでしょうか。今回は3次元から5次元へのシフトについて、初心者にも分かりやすいようにステップバイステップで説明していきます。この動画を通じて、次元のシフトの意味、実際にどういった意識や行動が必要なのかを一緒に学んでいきましょう。アセンションとは何か。まず、アセンションという言葉について詳しく説明していきましょう。アセンションとは、英語で昇天や上昇という意味がありますが、スピリチュアルの世界では、意識や波動のレベルが次の次元へと進化していく過程を指します。つまり、単なる物理的な変化ではなく、精神的な成長、意識の変容を伴うプロセスなのです。では、なぜアセンションが話題になっているのでしょうか。今、地球全体が大きな変化の時期に差し掛かっています。気候変動や社会問題、そして個人の価値観の変化など、様々な面で、これまで通りではないことが感じられますね。多くの人が、このような大きな変化は、地球が3次元から5次元へとシフトしようとしているという見解を持っています。こうしたシフトは、ただの物理的な変動だけではなく、私たちの意識にも大きな影響を与えると考えられています。では、3次元から5次元へのシフトとは具体的に何を意味するのでしょうか。3次元は、物質や肉体、そして制約の世界です。ここでは、個人の分離という考え方が強く、限られた資源を奪い合う競争の世界が展開されています。人間関係や物事の捉え方も、自分と他人は別物、愛や喜びを得るためには戦わなくてはならないといった視点に基づいています。この次元での課題は、生きるためのサバイバルと言っても過言ではないでしょう。一方で、5次元の意識は調和と統一をベースにしています。ここでは全ての存在がつながっているという感覚が強まり、愛や共感が日常の中心に据えられます。5次元に到達することで、競争や不安、恐れにとらわれず、内なる幸福感や平和がもたらされるとされています。また、5次元では物質的な制約を超え、精神的な成長や意識の拡大を通して、より自由で豊かな生き方が可能になります。このように、3次元と5次元では意識の在り方が大きく異なります。もちろん、すべての人が急に5次元に移行できるわけではなく、私たちは日々の生活の中で少しずつシフトしていくことが求められます。しかし、具体的にどのようなステップで意識を変容させ、アセンションを進めていけばよいのでしょうか。次に、このシフトのプロセスを具体的に見ていきましょう。
3次元から5次元へシフトするための意識変容のステップ。それでは3次元から5次元へシフトするために必要な意識の変化について具体的なステップを解説していきます。この変化は急速なものではなく、日々の思考や行動の積み重ねが鍵となります。ここからは意識を次元シフトへと導くための実践的なアプローチをご紹介します。ステップ1、自己認識を高める。最初のステップは自己認識を高めることです。自己認識とは単に自分を知ることではなく、より深く自分の内面に目を向け、現在の感情や思考、価値観を客観的に観察することです。3次元的な考え方では、自分はこういう人間で、こうした制限があるといった固定観念が強い傾向にあります。しかし、5次元にシフトするためには、自分の中にあるネガティブな思考や他者との分離感を手放し、自己の可能性を広げることが重要です。具体的には日記を書いたり、瞑想を取り入れたりして、自分の思考や感情の流れに気づきをもたらす習慣をつけましょう。例えば、今日は何に対してネガティブな感情が湧いたのか、どんな場面で心が解放されると感じたか、と自問自答することで自己の内面を掘り下げることができます。こうした自己観察が次の次元へと進むための第一歩です。ステップ2、感情を手放す練習。2つ目のステップは感情を手放すことです。私たちは日々さまざまな感情を感じていますが、とりわけ3次元的な視点では恐れや怒り、嫉妬といった低い波動の感情にとらわれがちです。5次元への移行にはこれらの感情を適切に手放し、ポジティブで軽やかな波動を保つことが求められます。感情を手放すためには自分の感情に気づき、それを許し、そして解放するプロセスが有効です。怒りや悲しみが湧いた時にはそれを抑え込むのではなく、まずはそう感じている自分を受け入れましょう。その上で深呼吸をして、今この感情を解放すると意識的に意図を設定し、リラックスしながら感情を手放す練習をしましょう。こうして低い波動の感情が減少することで、意識の波動が徐々に高まっていきます。ステップ3、直感に従って行動する。次に直感を信じ、従うことを意識してみましょう。3次元的な考え方では、物事を論理的に判断し、リスクや結果を計算することが重視されます。しかし、5次元の意識では、論理だけでなく、直感が重要な役割を果たします。直感とは、内なる工事の自己や宇宙的な知恵とつながっている感覚であり、これに従うことで、自分の真の目的や人生の道に導かれると言われています。直感に従うための練習として、日常的な小さな選択から意識してみましょう。例えば、どこかに行きたい、誰かに連絡したい、何かを学びたいと思った時、論理的な理由がなくても、なんとなく惹かれるという感覚に従って行動してみてください。繰り返し直感に従うことで、その感覚が研ぎ澄まされ、自分の人生の流れに乗りやすくなります。ステップ4、愛と感謝の波動を広げる。アセンションには愛と感謝が欠かせません。3次元的な意識では条件付きの愛や自分中心の考え方が強くなりがちです。しかし5次元では無条件の愛と感謝が全ての基盤となります。この愛と感謝の波動が自分と他者との分離感を解消し、共鳴をもたらします。具体的には日々の小さなことに感謝する習慣を持つことが効果的です。例えば朝起きた時に今日一日に感謝する、誰かがしてくれたことに対して感謝の気持ちを口にするといった些細なことから始めてみましょう。愛と感謝の気持ちが深まることで心が軽くなり、波動も上がりやすくなります。ステップ5、
自然とのつながりを深める。最後のステップは自然とつながりを持つことです。5次元的な意識では自然や地球全体が一つの大きな存在として感じられ、全てと調和しながら生きる感覚が重要になります。自然とつながることで私たちの波動は自然の高い波動と共鳴しやすくなります。定期的に自然の中で時間を過ごし、深呼吸をして自然のエネルギーを取り入れるようにしましょう。散歩やガーデニング、瞑想をしながら自然と触れ合う時間を設けることで心身がリラックスし、エネルギーがリフレッシュされます。また、自然とのつながりを深めることで自分自身の存在もより大きな視点から感じることができるようになります。こうしたステップを日々の生活に取り入れることで徐々に意識が高まり、3次元から5次元へのシフトが進んでいきます。焦らず自分のペースで取り組むことが大切です。3次元から5次元へシフトするための生活習慣の見直し。ここからは日常生活で実践できる5次元シフトのための生活習慣の見直しについてお話しします。私たちが普段言っていることにも意識次第で次元シフトのプロセスを加速させることができるのです。以下の習慣を少しずつ取り入れていくことで無理なく5次元への移行が進んでいくでしょう。ステップ1、日常の中で今に集中する。まずは今この瞬間に意識を向けることから始めてみましょう。3次元的な視点では未来や過去に対する心配や後悔が頭を占めがちです。しかし5次元的な意識においては過去や未来ではなく今を生きることが強調されます。今この瞬間に集中し、自分が感じていること、目の前にあるものに気づきを持つことがシフトにとって重要です。日常の中で今に集中するためにはできるだけマインドフルネスを取り入れてみましょう。例えば朝食を食べるときはその味わいや食感に集中し、仕事をしている時もその瞬間に集中する習慣を意識的に持ってみてください。こうした今に集中する時間が増えることで心がクリアになり、工事の意識とつながりやすくなります。ステップ2、身体のエネルギーを高める食生活。5次元へのシフトにはエネルギーの高い食べ物を意識的に摂ることも効果的です。3次元の生活ではファストフードや加工食品が多く、それらは低い波動のエネルギーを持つとされています。これに対して新鮮な野菜や果物、天然の食材を中心にした食事は高い波動を持ち、私たちの意識や波動も高めてくれます。具体的にはビタミンやミネラルが豊富な緑黄色野菜やエネルギーを補ってくれるフルーツを積極的に摂ることがおすすめです。また食事中は食べ物に感謝をするという気持ちを持ちながら食べるとよりエネルギーが高まります。こうした高波動の食事を続けることで体も軽くなり、意識も安定しやすくなるのです。ステップ3、生活環境を整える。次に5次元シフトのためには生活環境も見直してみましょう。自分が過ごす空間が散らかっていたり、エネルギーが滞っていたりすると意識が混乱しやすくなります。整理整頓や掃除を日常的に行い、自分の生活空間に常に新鮮なエネルギーが流れるように意識しましょう。また空間を整えるためにはエネルギーをリセットすることも効果的です。例えば定期的に部屋の換気をする、クリスタルや植物を置くことで空間のエネルギーを浄化する方法もあります。特に観葉植物は自然のエネルギーを持っており、空間の波動を高めてくれるため手軽に取り入れられるアイテムです。ステップ4、テクノロジーとの関係を見直す。次にテクノロジーとの適切な距離を保つことも5次元シフトに重要です。現代社会ではスマートフォンやパソコンが欠かせない存在となっていますが、テクノロジーに依存しすぎると
思考が表面的なものになりがちです。過度の情報摂取は波動を下げる原因ともなるため、自分の意識を守るためにもデジタルデトックスの時間を取り入れましょう。デジタルデトックスの具体例として、就寝前の1時間はスマホを見ない、週に一度は SNS から離れる、などのルールを設定すると良いでしょう。また、オンラインでのコミュニケーションだけでなく、実際に会って対話することも心のつながりを深め、意識を高める助けになります。テクノロジーを賢く使いこなすことで、自分の波動を守りながらシフトを進めていくことが可能です。ステップ5、ポジティブな言葉と意識的な発言。5次元シフトのためには、言葉のエネルギーも意識することが大切です。言葉には、言霊と呼ばれる力が宿っており、発した言葉は自分や周囲に影響を与えます。特に3次元ではネガティブな話題や他人の批判が多くなりがちですが、5次元においてはポジティブな言葉を使うことで自分の波動が高まり、周囲にも良い影響を与えることができます。普段の会話でポジティブな言葉を意識して使うようにしましょう。例えば、ありがとう、素晴らしい、大丈夫といった言葉を積極的に使うと、自然と自分の波動も高まります。また、感謝の気持ちや愛の気持ちを意識的に表現することも、心の成長につながります。こうした発言の意識が、5次元へのシフトをよりスムーズに進めてくれます。以上のような生活習慣の見直しによって、日々の行動が5次元の意識とつながる土台となります。何か大きなことをする必要はなく、少しずつ生活に取り入れることで、次元のシフトがスムーズに進むでしょう。内面の癒しと浄化による波動の上昇、5次元の意識にシフトしていくためには、内面的な癒しと浄化のプロセスも欠かせません。私たちの内面には、過去の出来事や思考、感情が蓄積されており、これが波動を低くする原因になることもあります。ここでは、心と魂を癒し、内なる平和を保つための方法を紹介していきます。ステップ1、過去のトラウマを癒す。3次元では、私たちは自分の過去に縛られがちです。過去に経験した傷ついた出来事やトラウマが現在の自分を制限しているケースも多いでしょう。5次元へのシフトでは、これらの過去の痛みやトラウマを解放し、手放すことが重要です。トラウマを癒すことで、軽やかで自由なエネルギーが生まれ、意識が高次元に近づいていきます。トラウマの癒しには、自己受容と許しが欠かせません。自分が過去に受けた痛みや経験に対して、まずはその感情を受け入れ、可能であれば、自分や他者を許すことを意識してみましょう。許しのプロセスは一瞬では完了しませんが、過去に対するネガティブなエネルギーが解消されることで、内なる平和が訪れます。瞑想やカウンセリング、ジャーナリングを取り入れると、さらに癒しが進むでしょう。ステップ2、自分の影の部分を理解する。私たちの中には、普段表に出さない影の部分が存在しています。これは怒りや嫉妬、劣等感など普段は隠している自分の側面です。5次元にシフトするためには、この影の部分を無視するのではなく、理解し受け入れることが求められます。影を理解することは、自己の成長を促し、自分に対する深い愛と理解を育む機会となるのです。影を理解するためには、自己対話を意識的に行い、自分が感じているネガティブな感情にしっかり向き合うことが大切です。例えば、なぜ自分はこの場面で怒りを感じたのかといった問いかけを行い、自分の中の影と向き合ってみてください。影を理解し、受け入れることで、心の中に統合が生まれ、波動が上昇していきます。ステップ3、不要なエネルギーの浄化。日常生活の中で、私たちは知らないうちに不要なエネルギーを溜め込んでいます。例えば、
人間関係の中で受けたストレスや環境から受ける影響などがそれにあたります。5次元の意識に近づくためには定期的なエネルギーの浄化が必要です。エネルギーの浄化によって心身が軽くなり波動が高まります。エネルギー浄化の方法として自然に触れる、瞑想をする、または塩風呂に入るなどが効果的です。特に塩は浄化作用が強いため、湯船に少量の塩を入れて入浴することで体や心に溜まった不要なエネルギーをリセットすることができます。またクリスタルやお香を使って空間のエネルギーを整えるのも心地よい波動を保つために役立つ方法です。ステップ4、高い波動を持つ人や物に触れる。周囲の影響は私たちの波動にも影響を与えます。3次元では時にネガティブなエネルギーや批判的な考え方が蔓延していることもありますが、5次元へのシフトには意識的に高い波動を持つ人や物に触れることが助けになります。高い波動の人や環境はあなたの波動も自然と高め、次元のシフトを後押ししてくれます。高い波動を持つ人とは愛や感謝を常に意識し、他者への思いやりを持っている人です。こうした人たちとの会話や交流を意識的に増やしてみましょう。また波動の高い音楽やアート、本なども意識を高める手助けとなります。こうしたものに触れることでエネルギーが軽くなり、意識も明瞭になるのです。ステップ5、自己愛とセルフケアの実践。5次元の意識に近づくためには何よりも自己愛が大切です。自分を愛し受け入れることで内面的な安定と平和がもたらされます。3次元的な思考では自己批判や他人と比較する習慣が根強いですが、自己愛に目覚めることで外側に頼らずに自分を満たすことができるようになります。自己愛を育むためには日常の中でセルフケアを意識して取り入れてみましょう。十分な睡眠をとる、好きなことに時間を使う、ポジティブな言葉を自分にかけるといったセルフケアの行動が自己愛の基盤となります。また瞑想や呼吸法で自分の心と向き合い、自分を大切にする時間を意識的にとることも効果的です。こうして自己愛が深まると自然と波動が高まり、次元シフトがスムーズに進むようになります。こうした癒しと浄化のプロセスを通じて内なる平和を手に入れることができ、5次元の意識へと一歩ずつ近づいていくのです。癒しのプロセスは一度で完結するものではなく、定期的に取り組むことで内なるバランスが保たれ、意識がさらに高まっていきます。次元のシフトを定着させるための実践と心構え。5次元の意識へシフトするプロセスは一度きりの取り組みではなく、日常生活の中で少しずつ定着させていくことが大切です。ここでは次元シフトを長期的に維持し、さらに深めていくための具体的な実践と心構えについてお伝えします。ステップ1、感謝を習慣にする。5次元の意識で生きるためには、感謝の気持ちを日常に取り入れることが効果的です。感謝は私たちの波動を高め、より高次の意識とつながるための最もシンプルで強力な方法の一つです。感謝を習慣にすることで、ネガティブな思考が減り、心が豊かで調和の取れた状態に近づいていきます。毎晩寝る前にその日感謝したいことを3つ挙げる感謝リストを作るのもおすすめです。大きな出来事でなくても構いません。今日も健康でいられた、美味しい食事ができた、友人と楽しく話せたといった小さなことにも感謝を向けてみてください。この感謝の習慣が日常に豊かなエネルギーをもたらし、次元シフトを定着させる大きな力になります。ステップ2、周囲と調和を保つ。5次元では私たちが他者や環境とつながっていることを深く理解し、その調和を大切にする意識が必要です。3次元の視点では個人の利益や自己主張が優先されることが多いですが、
5次元の視点では他者や周囲との調和が優先されます。周囲と調和を保つことが次元シフトを維持するための大切な要素となります。周囲との調和を保つためには、まず他者の意見や気持ちを尊重し、受け入れる姿勢を持つことが大切です。対立や競争ではなく、共感や協力を意識して行動しましょう。周りの人と感謝や愛を共有することで、より高い波動の関係性が生まれ、次元シフトがさらにスムーズに進んでいきます。ステップ3、ポジティブなセルフトーク。次元のシフトを定着させるためには、日常的なセルフトーク、自己対話をポジティブに保つことも重要です。私たちが心の中で自分に対して話しかける言葉は、意識に大きな影響を与えています。3次元の思考では、自己批判や不安が強まりがちですが、5次元の意識にシフトするためには、自分を励まし、前向きな言葉をかける習慣を持つことが必要です。例えば、今日もよく頑張った。今の自分も大切だ。この経験は自分を成長させてくれる。など、ポジティブなセルフトークを心がけましょう。こうした前向きな言葉は、自分自身への信頼を高め、意識を高次元に保つエネルギーとなります。ステップ4、時間と空間を大切にする。次に、5次元シフトを定着させるためには、時間と空間を意識的に使うことも大切です。忙しい生活の中で、心の余裕がなくなりがちな現代ですが、5次元の意識を維持するためには、あえて、静寂や無の時間を取ることが効果的です。この時間は内なる自分とつながるための大切なリセットタイムともなります。定期的に時間をとって静かな環境で一人になり、自分自身と向き合う習慣をつけましょう。5分でも10分でも構いません。特に自然の中でリラックスしたり、深い呼吸をしながら静かな時間を過ごしたりすることは、波動を高め、意識をクリアにする助けとなります。ステップ5、長期的な成長を目指す心構え。最後に、次元シフトを続けていくためには、短期間で結果を求めるのではなく、長期的な成長を目指す心構えが必要です。アセンションのプロセスは、人生を通じて続くものであり、一つのゴールに到達して終わりではありません。日々の小さな積み重ねが大切であり、その中で自己成長と波動の上昇が進んでいくのです。次元シフトの道のりには、停滞を感じたり、挫折しそうになったりする時期もあります。しかし、そうした時には、自分は一歩ずつ成長しているという意識を持ち、自分を信じてください。小さな進歩も見逃さず、成長のプロセスを楽しむことが、次元シフトを維持し、深めるための秘訣です。こうして5つの実践を心に留めながら、少しずつ日常に取り入れることで、次元シフトは定着し、私たちの意識はさらに豊かで自由なものへと成長していきます。5次元の意識で生きることは、愛と調和の中で他者や世界とつながりながら、人生を深く楽しむ新たな生き方へと導いてくれるのです。ここまで3次元から5次元へのシフトを成功させるためのステップと、その実践方法についてお話ししてきました。5次元の意識に到達するためには、自分自身の意識や生活習慣、日常のさまざまな選択を少しずつ見直し、整えていくことが大切です。このプロセスは急速に進めるものではなく、日々の小さな変化の積み重ねが大きな変容をもたらします。アセンションの道のりは、より深い自己理解と自己成長をもたらす一方で、内面的な癒しも必要とされます。特に、過去の経験や感情を解放し、心の中で統合を図ることで、5次元の意識にふさわしい調和と愛の波動が生まれます。こうしたプロセスは、一つ一つ丁寧に進めることで、私たちの波動を高め、人生全体をより豊かで満たされたものへと導いてくれるのです。
また5次元の意識で生きるためには、自分を含む周囲への愛や感謝の気持ちを大切にし、共感や協力を日々の基盤とする意識が求められます。愛と思いやりを持って他者と接し、自然や宇宙とつながる感覚を大切にすることで、次元シフトは自然と安定し、人生に新たな意味と調和がもたらされます。この動画を通じてアセンションに興味を持ち、今後も5次元へのシフトを意識した生活を楽しんでいただければ嬉しいです。すべての人が心の平和と調和を持って自分自身とつながり、より豊かな人生を送るために、この5次元の意識は多くのヒントを与えてくれるでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。